始まりました。長屋ズハウスバルセロナ2日目です。ホテルからコーヒーを持って行って、タクシーへ乗り、だいたい15分ぐらいかけて、サグラダ・ファミリアを見に行きました。すごい街並みも可愛いなーって思ってると、いきなりサグラダ・ファミリアがドーンと姿を現してきて、2人とも大興奮していました。チケットは1ヶ月前ぐらいから予約をしていたんで取れたんですけど、売り切れてしまうことが多いみたいなので、早めに取ることをおすすめします。日本語の音声ガイド付きでもあったんですけど、スマートフォンでアプリをダウンロードして聞くシステムだったので、イヤホンがあると便利かなと思います。イヤホン忘れちゃったんで、耳の近くに持って行って聞いていたんですけど、大半の人はちゃんとイヤホン持って行ってたので、持っていくことをおすすめします。想像の何十倍もの迫力だったんで、言葉にならないくらい圧倒されてると、まさかの渡辺直美さんと芦田愛菜ちゃんがいて、その光景にもびっくりしちゃってて、渡辺直美さんに声かけたらお写真も撮ってくださって、サグラダ・ファミリア着いた瞬間からもう本当に最高の一日の始まりになりました。想像してたよりもすっごい迫力で本当に感動しましたね。もうすごくないですか、この彫刻の精密さ。これ手彫りでほとんどしてるみたいなんですけど、信じられないですよね。ガウディは天才なんだなっていうのを思い知らされる瞬間ではありましたね。予約していた時間になったので塔に登っていくんですけど、私たちは受難側の塔を登る予約をしていました。これは塔の一番上までエレベーターで登って、そこからどんどん自分たちで階段で下に下っていくっていうコースでした。もうね、景色も本当にすごいよくって、やっぱお天気だったのもあってか、本当に感動する景色を見させてもらいましたね。まだ建設中ではあるんですけど、その光景を見れるのも今だけなのかなと思って、しっかり目に焼き付けておきました。本当にすごいですよね。もう見応えしかありませんでした。一応この真ん中の塔は来年完成予定とのことだったんですけど、完成した姿を見るのもすごい楽しみだなと思って、またぜひ完成した時にも行きたいなとは思います。フルーツもたくさんあって可愛いですよね。塔の上に登るとこんな感じで景色を見渡すことができます。いい景色ですね。本当によーく見るとフットサルですかね、屋上でしてるのが見えて、うわ、さすがやなっていう風に思いました。ここからの景色が結構私は好きでした。で、どんどん螺旋階段で降りていくんですけど、口コミとか見てるとここが足がすくむって言ってる人がいたりしたんですけど、そこまでではないかなとは思うんですけど、多分高所恐怖症の人は結構怖いのかなと思います。で、この窓からちょこちょこ映る景色もすごい綺麗だったので、結構滞在時間私たち長かったと思います。降りるまでの間も景色を楽しみながら降りていきました。森の空間へ見学するんですけど、私たちは朝から行ったので青い方の光が差し込む時間帯だったんですけど、夕方になるとこのオレンジの方が光が差し込むみたいなので、次行く時はその夕方の日の光の差し込み方も見てみたいなと思ったので、どっちも行ってみたいなと思うとても綺麗なステンドガラスでした。
この天井の高さびっくりしませんか？本当に規模が大きすぎて、想像してたよりも本当にすごい圧倒的で、もう何度もやっぱガウディってすごい天才なんだなって思いました。偶然だったのか、私たちが朝一で見学していた時間が本当に日本人の観光客が多くって、なんかちょっとそれはそれで安心というか、ちょっと嬉しいなっていう気持ちになりました。朝は観光客の方は少なくって、お昼になるにつれて結構私たち3時間ぐらい多分いたんですけど、やっぱ12時前ぐらいになるとそれなりに人はすごい増えていってたので、朝一の観光っていうのは確かにおすすめかなと思います。本当にすごいスケールですよね。日本人の方も携わってるっていう風に聞いて、すっごい嬉しかったですね。で、最後はお土産コーナーが思ってたより可愛くって、でもちゃんといいお値段はするので、厳選してマグネットだけ購入しました。ちょっと初めからね、お土産飛ばしすぎてると後から大変なことになるかなと思ったので我慢しました。出口付近に記念コインっていうんですかね、私は2枚してました。あんまりしてる人はいなかった。後ろに5歳ぐらいの可愛い女の子が並んでました。バルセロナ行ったら絶対見に行った方がいいっていうのが分かるくらい感動したので、もし行かれる方がいたらぜひ行ってほしいなと思いました。次はランチに向かうためにお散歩してたんですけど、ヴィンテージの照明屋さんがあって、もう憧れの照明たちがたくさん並んでいて、本当に欲しいなと思いました。ランチは軽く済ませて、ここも人気なお店やったみたいなんですけど、味も美味しかったです。初日にスタバでボトルを買ってホテルで水を給水して持ち歩いてたんですけど、7ユーロぐらいで買えたので結構おすすめです。カサミラに着いたんですけど、ここも結構楽しみにしていて事前予約して入れました。ここでも音声ガイドがあったんですけど、ここは専用の端末とイヤホンを支給してくれたかなと思います。やっぱガウディってすごい自然光を愛してる人なので、どこからでも自然光が入る作りになっていて、すごいそれはいいなーっていう風に思って感動していました。上のフロアに進むとオフィスがあったりとか、その隣にはダイニングルームがあったりとか、当時使われていた家具とかインテリアがそのまま展示されていました。どんどん進んでいくと屋根裏部屋に来たんですけど、なんかここも神秘的っていうかすごいなという言葉しか出てこないんですけど、カサミラも魅力的でとっても見応えがあって感動しました。屋上も一つ一つしっかりと煙突一つにしても考えられていて、しっかりとデザインされてるところを見ると本当抜かりないなっていう風に思いました。でやっぱりサグラダ・ファミリアもしっかりと見えましたね。一応これなんか守ってる、兵隊さんが守ってるっていうイメージもしてるみたいです。何よりこの日は2月末だったんですけど、本当にお天気が良くって、すっごい日差しも強くて暖かかったので、来られる際はお洋服とかサングラスとかは絶対持ってきてた方がいいかなと思いました。このお土産屋さんも本当に可愛くって、このマグカップがめっちゃめちゃ欲しかったんですけど、割れたらショックでかいなと思って我慢しました。散歩するだけでも癒されるというか、建物が一つ一つ可愛くって、でも楽しかったです。夕ご飯は前日に2軒目にデザートだけいただいたお店なんですけど、本
当に人気で毎日並んでましたね。ちょっと空いてたのか15分かからないぐらい待つと案内してもらえたのでラッキーでした。全部ご飯も美味しかったので、確かに人気店なだけあるなと思いました。ここは本当におすすめです。でも私この日すっごく眠たかったんですけど、デザートだけ食べに2軒目行きました。お昼に行ったお店と一緒なんですけど、夕方の雰囲気結構現地の方とかが多くて、その雰囲気楽しかったです。もう疲れ果ててて、明日も朝からグエル公園に行ったりとか盛りだくさんだったので、早めに解散して帰りました。また次もグエル公園とカサバトリョのご紹介になりますので、ぜひ次も見てください。